こんにちは、ちぼです。今回は旅行で絶対に会いたくないロストバゲージ、ロスバゲ対策7選をお届けします。まず、ロストバゲージというのは空港の出発カウンターに預けた受託荷物が行方不明になってしまうことを言います。要するに預けた荷物が見当たらなくなっちゃうっていう事態ですね。原因としては主に3つ挙げられます。まず1点が人為的ミスですね。荷物を実際に出発カウンターに預けた時に、通常は行き先や搭乗便などを書いてもらうタグを荷物に貼ってもらって控えをもらうんですけれども、その際に入力ミス、発行ミスというのが1点になります。2点目が、これが主に大半になるらしいんですけれども、乗り換え時の詰め込みミスですね。飛行機が直行便ではなくて1個経由して乗り換える場合というのは、ここで前の飛行機と次の飛行機の荷物を移動しますよね。その時に積み込みミス、他のところに積み込んじゃったとか、飛行機に積み込み忘れちゃったっていうことが大半だそうです。3点目は、これはもうだいぶ稀なんですけど、他の人が荷物を間違えて持って行ってしまうということ、これも稀なんですけれどもあるそうです。似ているカバンや似ているスーツケースを間違えて自分のものだと思って持って行ってしまったということですね。原因はこの3つが挙げられるそうです。ロスバゲの確率についてなんですが、2007年には46.900万個あったロスバゲが2019年には25.400万個に減ったそうです。2007年の 1.88% から 0.56% に減ったそうです。なので会う確率としてはだいぶ低いは低いんですけど、やっぱちょっと飛行機乗る際不安ですよね。なので今回はそのロスバゲ対策の7点を紹介しようと思います。まずロスバゲ対策1、一番最初は思い切った方法です。荷物を預け入れないということです。要するに機内持ち込み荷物のみで飛行機に搭乗するということです。これは荷物の少ない人だったり 2,3 泊ぐらいの短期の旅行の方におすすめできる方法になります。空港着いた後も荷物の受け取りの時間とかも削減できますし、あれはいいですよね。私もマレーシアやシンガポールに行った時は機内持ち込み荷物のみにしてました。なので荷物は預け入れてなかったので、そこら辺はねすごいスムーズで良かったですね。 LCC を乗る方とかは荷物を少なく工夫して持ってかれる方っていうのも多いかと思います。なので荷物の少ない人や現地で買い物とか何もしないよっていう方なんかは、機内持ち込み荷物だけで受託荷物をなしで行くというのも一つです。で、そんなこと言ってらんねえよチーボー、何を言ってるんだという方もいらっしゃると思います。大体の人がですね、そういう方がこの動画にたどり着いて見てくださってると思いますので、すいません、ちゃんと説明しますのでご安心ください。荷物は絶対に預け入れるんだという方のために6選ご紹介しようと思います。まずは貴重品、必需品は入れないということです。現金だったり鍵だったり常々毎日飲むお薬だったり、そういった必需品や貴重品は預け入れ荷物には預け入れないということです。何かがあった時のためにもという心構えですね。絶対に必要なもの、貴重品っていうものは、預け入れ荷物には入れないようにしましょう。機内でね現金を持っておくのもちょっと怖いわ、だって隣の人が不安だわとか、そういう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そこら辺はね頑張って自分で管理をして預け入れ荷物には貴重品は入れないようにしてもらえると、万が一ロスバゲになってしまったという時のための心構えとしては大事かなと思います。また日用品だったり着替えだったり、そういったものっていうのは、現地で最悪調達ができますのでというような気持ちを持っておけば、なんか荷物が遅れて届いたとか気持ちちょっと安心できますよね。これは本当ロスバゲになってしまった時の心構えだったり、飛行機に乗る際のするべき行動かなと思います。次がですね、過去のタグは全て外しておくということです。荷物をチェックインする時に管理タグっていうのを荷物に貼ってもらって控えももらうと思うんですけど、日本に帰ってきてなんか次の週末にいろいろ片付ければいいかなんて思っててもバタバタしたり忙しかったり忘れちゃってっていうことで、前の旅行のタグが荷物に貼り付けられたまんま、次の旅行の時にタグが貼り付けたまんまでチェックインしちゃったっていう場合に、職員さんのチェックミスにつながりかねないということです。もしかしたら別の搭乗便とかに振り分けてしまうだなんていうこともあるかもしれません。なので過去の旅行のタグというのは全て次の旅行に行く前に外しておきましょう。
また新しくその旅行で発行してもらったタグも機械をもらった時に確認するのも一つだと思います。その時にその管理タグの発行ミスっていうのに気づけたら解決できますよね。早い段階でもらった時にタグも自分でしっかり確認するっていうのも一つだと思います。そして次がですね、荷物の写真を撮っておくということです。この荷物の写真を撮っておくというのは外観も中身も含めてですね、到着先の荷物受け取り場でなかなか荷物見つからないなっていう時も、職員さんに問い合わせたい時も写真があればスムーズに伝わりますよね。特に私みたいに英語が喋れません、英語が苦手ですっていう方は、英語が喋れないっていうだけでも結構海外旅行でね不安なところだとは思うんですけれども、トラブルがあった時っていうのはね、余計気持ちも不安になりますよね。なのでそういった場合にも写真ですぐに見せれば相手にもすぐ理解してもらえますし、もしロスバゲしちゃったとかっていう場合も自分が中身何入れてたっけって、そういうのも写真があれば、ああそうだこれ入れてたな、あれ入れてたなとか思い出せると思うので、すごい便利かなと思います。続いてが預ける荷物にネームタグをつけておくということです。ネームタグは今100均でも売られてます。入手はしやすいかなと思います。荷物にねネームタグがついてればそれだけでも目印になるし、持ち主が特定できるので、ロスバゲの原因3つ目に挙げた人が間違って持って行ってしまうということが防げるんじゃないかなと思います。スーツケースなんかはねやっぱり似てるデザインのものもあるし、同じものを持ってるだなんていう方もたくさんいらっしゃると思います。すごいカラフルだったり分かりやすい特徴のスーツケースとかだったらいいんですけど、ネームタグがあるっていうだけでパッとね、あ、これ私じゃないな、僕じゃないなっていうのが分かるので便利だと思います。で、万が一ロスバゲが起きたり、なんか荷物が別のところに行っちゃってたとか間違えて持ってっちゃったっていう場合もすぐに持ち主が特定できるので、いち早く連絡を受けられますよね。なので解決にも早くつながりやすいということで、ネームタグっていうのがあるとすごい便利だと思います。続いてはこちらは航空券を取る際の注意点になります。乗り継ぎ時間はしっかり確保するということです。これね、空港によって最低乗り継ぎ時間っていうのが設定されてるんですよね。私も詳しくはないんで、皆さんも実際に自分が乗るフライトとかをね調べていただきたいなとは思うんですけど、空港によってはすごい大きい空港とちっちゃめの空港とターミナル間の移動がめちゃくちゃ遠いところとかいろいろありますよね。なので空港によって乗り換えをする際にこれだけは最低時間取ってくださいねっていう時間を設定しています。乗り継ぎ時間っていうのがタイトすぎると荷物の移動っていうのがめちゃくちゃタイトでハードになりますよね。だからそこでミスが起こりやすかったり、ロスバゲの発生確率っていうのが上がってしまうっていうことが原因の一つとしてあるようです。これは実は私の親戚の話になるんですけど、飛行機をですね乗り継ぐっていう際に最初の飛行機が遅延で遅れてしまったんですよ。でそれで次の乗り継ぎ先の飛行機間に合わなくて乗れなくて荷物だけが先に行っちゃったっていうことがあったそうなんですね。もちろん荷物は後できちっと回収はできたんですけど、これはロスバゲではないんですけど、でもロスバゲに近い現象といったら現象なので、乗り継ぎの時間っていうのはきちっと確保してほしいなと思います。なんかね、航空券とかのサイトとかを見てると絶対にこの時間で乗り継ぎできないだろうみたいな時間の航空券とか余裕で売られてるんですよ。1時間ぐらいのものとかね平気で売られてたりするんですよ。もちろんそれはすごい安い航空券なんで、安さ順とかで相当かけちゃうと1時間で絶対これ乗り継ぎ無理でしょみたいな航空券とかね普通に売られてます。私も基本的にはなるべく安くって取るので安い航空券を取りがちなんですけど、でも最低でも3時間から4時間ぐらいは空けるように意識してます。2時間とかね1時間半でちょっと怖いんで、ちょっと遅れちゃったら一発アウトじゃないですか。最低でも 3,4 時間は空けるようにっていうことを考えてます。皆さんもねやっぱりなるべく安い航空券取りたいとは思うんですよ。今のこの円安だったりいろいろね安い航空券取りたいとは思うんですけど、結局安さで買っちゃったけど乗り継げなくて、なんか手数料また払って別の便に乗るってなったらね逆に余計にお金かかっちゃったなんてこともあるかもしれないので、最低乗り継ぎ時間っていうのをちょっと調べてもらうと目安がわかるんじゃないかなと思います。最後はですね、もうガジェットに頼るのであればエアタグをつけるということです。これ私もつけてます。とっても便利です。エアタグっていうのはちっちゃいなんか丸いやつでGPS がついてるやつですね。でなんかキーホルダーとかにして荷物につけておけばいつでも GPS でその荷物がどこにあるかっていうのが分かるっていう便利なグッズです。 Amazon とかでも売ってます。でこの荷物の現在地はスマホから確認できます。
ちゃんと荷物が空港に着いてるかとか、着いてたら今どの辺にあるかとか、それが分かるだけでもすごい安心ですよね。でもちろんこれは預け入れ荷物だけじゃなくても、お財布に入れてたりとか街歩き用のバッグに入れておけば、その都度ね置き引きだったりスリとかの対策にもなると思いますし、安心かと思います。でこれは旅行関係なく日常生活でも自分のバッグとか1個持っておくと、別に旅行でも日常生活でも使えるものになるので便利かなと思います。ちなみに私が見てなるほどなって思ったのは、これはね山で見たんですけど、登山をしていた時にですね、トレイルランニングっていう山を走る人がいるんですよ。もう山の中をマラソンするみたいな、ランニングするみたいな方とかいらっしゃるんですけど、たまにそういう方でね、ペットと一緒にリールつけてバーって一緒に走ってる方とかいるんですけど、そのペットにつけてましたね。ペットの首輪にエアタグをつけてて、なるほどなって思いました。なるほど、ペットにエアタグつけてどっか行っちゃったとか、そういった場合にも、すぐに自分のペットがどこ行っちゃったかが分かる、山の中森の中でみたいな、なるほどこういう使い方もあるのかっていうのを見てほーって感心しました。ということで以上がロスバゲ対策7選のご紹介でした。私自身はロスバゲの経験というのは実際にはないんですけど、でも実際に起こらないように、起きてもいいようにということで意識をしているものの紹介でした。実際にロスバゲしちゃったっていう経験のある方、また他の対策してますよという方はぜひねコメントいただけると私も勉強になりますし、そういったことが気になってこの動画を見てくださった方がコメント欄を見て、そこでも知識や理解を深めることができるかと思いますので、ぜひコメント欄にて教えてください。この動画が面白いなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひこの動画を見た感想など教えていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。